皆さんこんにちは、まゆです。今日も見に来ていただいてありがとうございます。今日はこちらの糸でまっすぐ編むだけの透け感トップスを編んでいこうと思います。このチャンネルは編み物初心者の方にも分かりやすく編み方を解説するチャンネルです。編み図を見ながら分かりやすく説明しますので、チャンネル登録まだの方はぜひポチッとお願いします。はい、というわけで今回はこちらの糸を使って透け感のあるトップスを編んでいこうと思います。実はですね、2年ほど前の夏にこんな感じの真っ赤なトップスの動画を出してるんですけれども、これとほぼ同じ編み方で今回は、この赤いトップスよりももっと透け感のある感じを、糸の太さちょっと変えて、あとかぎ針の号数も上げて、で、模様もですね、ほぼ一緒、この赤いのとほぼ一緒なんですけど、ちょっと鎖編みの数を増やしたりして、透け感のある感じにしてみました。出来上がりはこんな感じになります。はい、今回使う糸は、私がいつも愛用しているケイト・ピエロさんのコットンニート S の方ですね。色番が81番ミストグレーという色になります。綿 100% で 40g で90メートル入っております。棒針が5号から7号、かぎ針が4号から6号になっております。はい、今回はこちらの糸を8玉用意してあります。まだ全部編み終わってないので、正確な使用量は動画の最後の方でお知らせします。はい、用意するものです。今回は、こちらの糸の指定よりもちょっと太めのかぎ針使います。今回は7号かぎ針を使用します。あとハサミと毛糸用のとじ針、あとメジャーと段数マーカー、以上です。はい、編み図の前にまず編む順番から簡単に説明します。今回ですね、とっても簡単なんですけど、この長細いものを2枚編みます。で、簡単に言えばこれを、今ここが前身頃、こっちが後ろ身頃。この点線は肩の線になります。で、この前中心と後ろ中心をつないで、あと、こう脇を、こことここをつないだら、こういう感じになります。2枚編んで、前、後ろ、脇をつなぐだけ。縁編みもね、今回多分しないと思います。この下のところだけしようかなと思っております。で、編む方向なんですけど、普通はね、ウェアを編むときって、だいたいこう、下から上にこう行くんですけど、今回は横の方から編んでいこうと思っています。なので、編むとしたらこういう感じになるんですけど、ここは最初は長いですね、作り目。長くして、あとこういう風に往復編みで編んでいくという感じですね。で、同じものを2枚作ってつなぎ合わせる。それだけですね。これ、本当は、こういう風にはならないんですけど、まっすぐなんですけど、ちょっと着た時をイメージしやすいようにこんな感じに書いてみました。で、ここの V の開け具合とかね、横のこの脇のどこまで閉じるかとかいうのは、ご自身のお好きなお好みで、やっていただけたらいいと思います。はい、こちらが編み図になります。3の倍数プラス1目って書いてありますね。作り目のことです。今これ、ここからここすごい短く書いてありますけど、本当はここすごい、先に行っちゃうと、作り目169目あります。センチで言うと、だいたい96センチぐらいになりますね。はい。で、ここね、プラス1目って書いてありますけど、これはなぜそうなるかというと、これ3目1模様なんですよね。123、123ってこういう風に、区切っていったらわかると思うんですけど、往復編みなので、最後にこう折り返すために1目必要になるんですよね。なので、ここ1目ってなってます。段数は8段で1模様となっています。
この1段目がですね、鎖の目に入れていかないといけないので、ちょっとここが大変かなっていう感じですが、2段目からは、全然大変じゃありません。もうこういうとことかもね、この大きいところに即に入れるし、あとは、この上の4段もネット編みなので、めちゃめちゃ簡単なので、ぜひ、初心者の方もチャレンジしてみてください。で、8段終わったら、また繰り返しですね。ここからまた始まりますっていうことで、この8段を3回やって、で、最後にこの1段目から4段目をやって、それで終わりになります。はい。では、自分サイズに直すときのやり方を説明します。まずですね、この着丈、今48センチで設定してあるんですが、ここをもっと伸ばしたいっていう場合は、割と簡単です。普通はトップスってこういう風に下からこう編んでいくと思うんですが、今回は横から編んでいくんですよね。で、ここが作り目になるので、ここの部分を最初から長くしておかないといけません。もう一回、編み図を見ると、こういう風に編んでいくんですが、こういう風に往復で編んでいくんですが、実際着るときはこうなるんですよね。こういう風になります。で、丈を長くするには、ここを伸ばせばいいんですね。で、私の場合、今、3の倍数プラス1目で169目編みます。で、もうちょっとここ長くしたいとか、短くしたいっていう方は、3の倍数で、プラスしたり、マイナスしたりしてみてください。3の倍数っていうのは、例えばここからだとしたら、1、2、3。これで一模様になるんですよね。で、この一模様単位で増やしたり減らしたりしていってください。ちなみに、この3目は、だいたい今私の試し編みを測ったら2センチぐらいでした。で、3目増やしたら2センチ増えるので、丈としては2センチ増えるかというとそうじゃなくて、ここで肩で折り返すので、2センチ増えたら、こう折り返した分1センチになりますね。なので1センチぐらいでは大して変わらないと思うので、2模様6目にしたら2センチ長くなるという、そういう感じ。割と簡単な計算でできます。はい。で、横の身幅なんですけど、ここはですね、あんまりいじらない方がいいかと私は思います。っていうのはもうここで60センチあるので、脅威にすれば120センチはあるんですよね。なので、これ以上大きくすると、あまりにも大きすぎるかなっていう気がするんです。というのは、今回ここを広くするのであれば、またさっきのこの編み図いきますけど、こうやって、ここのね、8段一模様なので、8段増えることになるんですよね。そしたら、だいたい8センチぐらい、もし増やすとしたら、8センチぐらい急に増えるっていうことになって、ここがですね、38センチになります。とすると、こっちも38センチになりますよね。なので、76センチ。そうですね。身幅が76センチになって、だいぶ広いですね。で、その分肩もこう落ちて、今この60センチで私が着た時には、肘のちょっと上ぐらいかなっていう、この袖のね、長さなんですけど、もうこれ76センチになっちゃうとだいぶ長くなりますよね。で、あと逆に細くしたいっていう場合も、だいぶ変わりますので、もし一模様を減らしたら、ここが22センチになるので、2つ足したら44センチ。44センチで脅威にしたら88センチなので、ちょっとこれもね、狭いかなっていう気もします。でも、これでも、88センチで、ベストみたいな感じにして、割と、こう、袖も長くなくていいかなっていう方は、それでもいいかもしれませんね。とりあえず、試し編みを編んでみることもおすすめします。それでは編んでいきましょう。はい、それでは編んでいきます。ちょっと実際の糸が白っぽいので見えにくいので他の
色にしてみました。見本だけ他の色で編んでみます。はい。まずこのように持っていただいて、かぎ針を下から入れて、くるっと手前に回します。で、糸をかけて引き出します。はい。ここでギュッとします。これはまだ一目目ではありません。で、まず一目編んで、はい。で、この、今鎖一目編みましたけど、一目目のところに印をします。ちょっと右半目と裏山のところにしておきますね。はい。こんな感じです。で、一目目ですという印をしておきます。はい。これで今編んだこの一目も入れて、鎖編みを169目編みます。はい。今ですね、短いですけど、これで169目編んだことにします。実際はこれ、3の倍数プラス1目編みました。はい。で、一旦これを外して、一番最後の目に印をしておきます。またこの右半目と裏山のところ。はい。はい。こういう感じになります。はい。では、1段目いきます。まず鎖3目で立ち上がってください。1、2、3。はい。で、次、長編みをするんですけど、今、印をしたこの一番最後の目ですね。ここに入れます。はい。ちょっとですね、この下の鎖が引っ張られるので、ちょっとここを押さえながらしてくださいね。はい。はい。こういう感じですね、今。で、次も長編みなんですけど、今入れたところから2つ飛ばして、1、2、飛ばして3つ目。ここの鎖の、上になっている方ですね。こうすれば左半目になるんですけど、ここに入れて長編みをします。はい。で、また長編み、同じところですね。今入れたところに入れて長編み。はい。で、もう一回長編み、同じところに入れます。今入れたところに入れて、はい。こうですね。こんな感じ。で、同じところに3目長編みが入ってます。はい。次は、今入れたところから2つ開けて、1、2、飛ばして3目目。この3目目の鎖編みに、長編みをまた3目します。1、2、3。はい。こういう感じですね。あとはもうずっとこれの繰り返しになります。2目飛ばして3目目に長編みを3つ入れる。これの繰り返しになります。これをずっと繰り返して、端っこのところまで編んでみてください。はい、1段目編んできて、最後のところまで来ました。一番最後は、このさっき印をしたところに長編みを2目編み入れます。ちょっと一回これ外しますね。よいしょ。はい、ここに2目長編みをします。はい。はい、さっきの印をまた同じところにしておいてください。はい。はい、これで1段目の完成になります。すいません、さっき印をつけ忘れたところが1箇所ありましたので、今、つけておいてください。ごめんなさい。
最初の鎖3目の立ち上がりの3目目ですね。今ここに作り目の最後の印なんですけど、そこから立ち上がって1、2、3目目。鎖の3目目の、右半目と裏山ですね。こう。はい。こういう感じにつけておいてください。はい。それでは2段目いきます。鎖3目で立ち上がります。で、1回かぎ針を外して、この3目目の左半目と裏山に印をしておきます。はい。こういう感じですね。はい。で、また針を戻して、はい、今こんな感じになってるので、そのまま、この編み地を後ろの方にぐるっと回します。半時計回りに回します。で、このようになりますね。で、次の目は、この今編んだ下の、すぐ下のところ、ここですね。ここに長編みを入れます。はい。こういう感じになっています。で、次なんですが、次も長編みなんですけど、この前の段の3目長編みがありますよね。この真ん中の長編みの頭ですね。そこに入れます。この真ん中の長編みの頭は、ここですね。ここになります。今、裏からこの長編みを見てるので、表から見たら、この長編みの頭は、ちょっと右上になるんですよね。ここになるんですけど、裏から見てるので、左上の方に来ます。はい、ここに長編みを1目。こういう感じですね。で、鎖編みを1目入れます。で、また長編みを同じところ、さっきと同じところに入れて、はい、1目。こういう感じになります。逆三角形みたいな形になりますね。はい。で、次からもずっと一緒です。次の長編み3目あるうちの真ん中の長編みの頭ですね。ここに入れて長編みを1目して、で、鎖を編んで、で、もう一回長編みを同じところにします。はい。こういう感じです。はい。これを端っこまで編んでいってください。はい。2段目、最後のところまで編んできました。で、一番最後は、この印のところに長編み2目入れて終わりです。ちょっと一旦外しておきます。はい。長編みを1目、同じところに2目。はい。最後はこんな感じになります。はい。これで2段目の完成になります。はい。次3段目いきます。鎖3目で立ち上がって、また、印をつけておきます。はい。鎖3目目の左半目と裏山ですね。はい。このように印をします。はい。で、今こうなってると思うんですが、この編み地を、後ろ側からぐるっと回して、このようにします。はい。で、今編んだすぐ下のところですね。ここに長編みを1目入れます。はい。こういう感じになります。はい。次からはもう簡単ですね。1段目と、同じ編み方です。ここの、前の段の逆三角形に空いてるスペースがありますよね。この鎖1目
あるところの下のスペース。ここに長編みを3目入れます。このまま側に入れて、1、同じところに、2、3。はい。こういう感じになります。で、また次の、ここではなく、その次ですね。ここに長編みを3目。1、2、3。はい。こういう感じになりますね。はい。これをまた端っこまで続けていってください。はい。3段目、最後のところまで来ました。3段目もですね、さっきと2段目と同じように、この印のところに長編みを2目入れます。はい。はい。これで3段目まで完成しました。はい。次の4段目なんですが、4段目はこの2段目と全く同じ編み方になりますので、よかったらまた動画をさっきの2段目のところを見直しながら4段目編んでみてください。はい。今4段目まで編み終わりました。5段目からはネット編みに入ります。はい。今4段目、こう編み終わったところですね。まず鎖1目で立ち上がります。1目。はい。で、また、この編み地をぐるっと返して、で、今編んだすぐ下のところですね。ここに細編みを1目入れます。はい。こういう感じになりましたので、ここに、印をつけておきます。はい。今編んだ細編みの頭ですね。はい。ここになります。はい。このように印をしておきます。はい。で、ここからはもうすごく簡単になります。鎖編みを5目。1、2、3、4、5。はい。5目したら、次のですね、この逆三角形のところ、ここではなくその次ですね。鎖編みが1目あるところの下のところですね。ここに側に入れて、はい。で、細編みをします。こういう感じですね。で、また鎖5目ですね。1、2、3、4、5。はい。で、また次のところですね。ここじゃなくて、その次のところに入れて、細編み。はい。こういう感じですね。あとはこれの繰り返しですね。はい。はい。ですね、ここの細編みのところが結構ギュッとした方がネット編み綺麗になると思います。ここですね。ここに入れて、ここをふんわり編むよりは、ここはちょっと一回ギュッと締めた方が、綺麗になります。はい。こういう感じですね。これを端っこまで編んでいってください。はい、端っこまで編んできました。で、一番最後はこの印のところに、今ここまで来てるんですけど、鎖5目編んでから、さっきの印のところに細編みですね。はい。はい、これで5段目の完成になります。はい、次は6段目いきます。奇数段と偶数段でこの端っこの処理がちょっと違うので気をつけてみてください。まず鎖3目編んだら、ここで
鎖3目めに印をしておきます。ここの3目めの左半目と裏山に印をします。はい、こうですね。はい。で、あと2目鎖を編みます。1、2。はい、こんな感じになりますね。で、またくるっと編み地を返して、次はですね、この、鎖5目の、前段の鎖5目のところに、大きいスペースのところに、側にかぎ針を入れて、ここで細編みですね。はい。こういう感じですね。で、あとはもうずっと一緒ですね。鎖5目して、はい。次の大きいスペースに入れて、細編み。はい。もうあとはこれだけですね。1、2、3、4、5。で、まあコツとしては、この前のスペースに入れるときに、ちょうど真ん中あたりに、細編みが来るようにしたら、綺麗です。こういう感じでですね。こう端っこに寄ったりとかしないで、ちょうど真ん中あたりで細編みするように意識すれば、綺麗なネット編みになると思います。これで一回ギュッと。こういう感じですね。はい。あとはこれを端っこまで繰り返して編んでみてください。はい。6段目最後のところまで来ました。一番最後のこのスペースに細編みを入れたところです。で、最後ですね、ちょっと前の段と違うので、見ててください。まず鎖を2つ編んで、で、さっきつけた印のところに長編みをします。はい。こうですね。こういう形で終わります。はい。こうですね。はい。これで6段目の完成になります。はい。7段目いきます。7段目は5段目と同じ編み方ですね。鎖1目で立ち上がって、くるっと返して、で、すぐ下のここですね。今編んだところ、ここに入れて、細編みを1つ。はい。はい。で、今の細編みの頭に印をします。はい。で、あとはもう一緒ですね。鎖を5目。1、2、3、4、5したら、次の大きいスペースに細編み1目。はい。で、鎖5目。で、次のスペースに細編み1目。はい。これを繰り返して端っこまで編んでみてください。はい。7段目最後のところまで編んできました。で、一番最後は鎖5目したら、はい。さっきつけた印のところに、ここに細編みですね。はい。はい。はい。これで7段目の完成になります。はい。で、次は、最後の段、8段目なんですけれども、さっきやった6段目と全く同じ編み方ですので、6段目を参考にしながら8段目編んでみてください。はい。今、8段目まで編み終わりました。で、次からまた、今の8段を繰り返していくだけなんですけども、次のですね、1段目が、この最初の1段目とちょっと入れる場所が違うので、そこだけ説明しようと思います。はい。まず鎖3目で立ち上がって、鎖3目目に印をします。はい。で、くるっと回して、長編みをして、
はい、次ですね、長編み3目しますけど、入れる場所はですね、この大きい、スペースのところ、この下じゃなくてその次ですね、ここに長編み3目を入れます。はい、で、また次の大きいところに長編み3目ですね。はい。はい。こういう感じですね。あとはもうずっと一緒です。で、一番最後のところも、この印のところに長編み2目入れて終わりっていうのは一緒です。今、8段と、1段ちょっと編みましたけど、この後なんですが、別の糸でまた編んだ試し編みがありますので、それで説明します。はい、こちらですね。これは私が最初に、今回どういう編み方でいこうかなって考えた時の試し編みなんですけれども、試し編みなので短いですが、本当はね、もっとこうぐーっと長いですよね。はい。で、今ですね、ここから始まって8段1模様あるんですけど、これを、繰り返して、2、3、3模様まで編みます。ここまでで3模様ですね。で、最後に、ここは、1、2、3、4段。この最初の4段をまた最後に編むと。はい。これで終わりになります。はい。これで、ここからここまでだいたい30センチぐらい。あと、この横の長さは96センチぐらいあると思います。はい。それを同じものを2枚編んでください。はい。今、実際の糸で、最後の方まで編んでみました。実際はこんなに長いですよ。はい。はい。ここ、最後のところですね。はい。一番最後の段も今までと同じように、この印のところに、長編みを2目入れて、はい。これで終わりですね。糸を切って引き出しておきます。はい。で、今編んだ一番最後の長編みの頭のところに印をしておいてください。はい。はい、これはですね、前身ごろを、閉じる時の印になるので、こうしておいてくださいね。あと一番最初の、この同じ段の最初のところですね。ここも今までの段と同じように鎖3目目に印をしておいて、そのままにしておいてくださいね。はい。はい。というわけで、これを今、同じものをですね、もう1枚編んであります。はい。はい。これで同じもの2枚編めました。はい。今ですね、ちょっと2つ並べてみたんですけれども、ちょっと大きすぎて画面に入りきれてないと思いますけど、今からここね、ここの、これ前中心です。前中心と、後ろ中心を剥ぎ合わせていこうと思います。今ですね、表を見て、肩のところでこういう風に折り返して置いてあります。はい、こうですね。で、ここからここを剥ぎ合わせると、このように自然に V の形になるという仕様になっております。はい。で、ここの長さなんですけど、ここは、ご自身のお好みに合わせて決めてください。
今こう私ね羽織ってこう2つを肩のとこにかけて、測ってみたんですけど、自分は、この裾から、ここが裾ですね。裾のところから上に28センチを剥ぎ合わせていこうと思います。で、最初にですね、もう印をつけております。まずこう28センチこう測って、印をつけました。で、印つけるところは、これね、さっき編んだばっかりのこの最後の段になるんですけど、ここの大きいスペースではなくて、この長編みがありますよね。長編みの頭、ここに印をつけておいてください。こっちでもこっちでもお好きな方に。で、反対側も同じ場所にこう目数を数えて同じ場所に印をしておいてください。はい。で、今から剥ぎ合わせていきます。一番下のところもですね、このように印が残っていると思いますので、まずですね、これを、今表面を表にして置いてるんですけど、中表に合わせます。中表とはこの表と表同士を合わせて、こうですね。はい。で、今、ここに見えるのは裏面になりますね。で、このようにして、こう持ってきます。はい。これで剥ぎ合わせていきます。はい。それでは、今まで使っていたのと同じかぎ針を使って編んでいきます。で、今回私は分かりやすいように他の色で、ちょっとやっていきますので、皆さんはこの同じ色でやってみてください。はい。まずですね、こっち、裾の方ですね。裾の方から始めます。ここに印が2つついてあるので、ここのところにかぎ針をまず入れます。はい。反対側も同じところに入れます。で、この印はもう取っちゃって大丈夫です。はい。このように2枚同時に入れています。で、新しい糸を持ってきて、一回引き出して、で、もう一回かけて引き出します。はい。はい。で、ここから閉じていくんですが、ここはですね、長編みがあって、で、次も長編みがあって、次は鎖編みがあって、長編みがあるという、この段ですよね。で、長編み、鎖編み、長編み、長編み、鎖編み、長編みというふうに続いているので、で、長編みのところは長編みの頭に入れます。今ここに次の長編みがありますよね。ここの頭に入れて、はい。で、後ろも同じように、この長編みの頭はここになりますね。入れて、引き出して、ここで細編みをします。はい。で、次も長編みなんですよね。長編みの頭、こっちも長編みの頭に入れて、引き出して、で、細編み。はい。で、次は鎖編みの場所ですよね。ここ。後ろも、ここですね。鎖編みのところなので、こちらでも鎖編みをします。一回。はい。で、次は長編みなので、長編みの頭に入れて、次も長編みの頭に入れて、細編み。はい。今こういう感じですね。はい。これを繰り返して、どんどん剥いでいってください。はい。次は鎖編みのところなので、鎖編み。で、次は長編みの頭。はい。こういう感じになります。で、表から見たら、こんな感じになっています。では、このまま続けて、この
印のところまで編んでみてください。はい、私も、同じ糸に変えて編んでみました。はい。で、一番最後のところですね。この印をつけたところに来ましたので、印はもう外しちゃって、はい、ここで細編みを1回して、もう1回細編みをしておきましょう。はい。で、ここでもう糸を切っちゃって、はい、引き出しておきます。はい。で、とじ針に入れて、はい、糸始末をしておきます。はい。この糸始末は、これコットン糸なので結構ね、滑りやすいので、毛糸と違って、スルッと取れちゃうといけないので、結構長めにしておきます。で、ちょっと折り返し分もしておきます。はい。こんな感じですかね。で、今、剥ぎ合わせたところはこんな感じになって、表から見たら、こうですね。全然目立ちませんよね。はい、今閉じたところですね。こんな感じで、こういう風になりました。はい。で、同じやり方で、この後ろですね。はい。後ろ中心も、同じやり方で剥ぎ合わせてください。ちなみに私は、ここまで、裾からここまで40センチ、剥ぎ合わせようと思います。はい。今、後ろ中心もこのように剥ぎ合わせました。はい。こんな感じで形ができてきましたね。はい。で、次は、ここの脇を剥いでいこうと思います。脇もですね、ご自身の好きな、長さで剥ぎ合わせていただけたらと思うんですが、私はですね、こう、今もう印つけたんですけど、裾から27センチのところに印をしてあります。はい。こうですね。こういう感じで、これはですね、作り目のところですよね。作り目があって、1段目があってっていうところになるので、こういう感じで編んでいったと思うんですけど、鎖2目あって、その次の鎖にこの長編みが3目入ってるっていう、こういう模様になりますね。で、印をつけるときは、この、長編み3目入っている鎖のところ、ここに印をしておいてください。はい。で、反対側も同じように、目数を数えて、同じようになるようにしてください。はい。で、今回も中表に合わせて裏側から剥いでいきます。なので、こうして、こうですね。はい。この状態で剥ぎ合わせていきます。で、さっきと同じで、この長編みの入っているところには細編み。で、鎖編みのところは鎖編みという、閉じ方でやっていきます。はい。また分かりやすいように違う色の糸で編んでいきます。まずですね、この、作り目のところに、印そのままにしてあったと思うんで、ここのところですね。角のところ、ここに入れて、反対側も同じように、はい、ここから始めます。で、新しい糸を持ってきて、糸を引き出して、一回鎖編みをして、こうギュッとしてくださいね。はい。
次はもう鎖編み2目あるところなので、鎖編みを2目します。1、2。はい。で、次は、この長編みが3目入っているここですね。ここのところに入れて、反対側も同じように入れて、で、細編みをします。はい。これもうね、わかりやすいと思います。鎖2目して、で、次は細編みですね。はい、こういう感じ。鎖2目して、ここに入れて、後ろもここに入れて、細編み。こういう感じですね。はい、このまま印のところまで編んでいってください。はい、最後のところですね。鎖を2つして、この印のところに入れます。はい。で、細編みを1回して、で、もう1回鎖編みをしておきます。はい。はい、で、糸を切って、引き出しておきます。で、ここの糸始末も先ほどの、前中心と同じような感じでこうしていってください。はい。これが今剥ぎ合わせてきたところです。で、表から見たら、はい、こんな感じになっています。はい、今ここを剥ぎ合わせてきましたので、反対側の脇もここですね。こちらの方も同じように合わせていってください。はい、今こちら側の脇もはいできて、全部形になりましたね。はい、あとはこの裾のところを軽く縁編みをしていこうと思います。裾はですね、こうやってぐるっと上下逆にして、はい、で脇のところから始めようと思います。今ここ剥いだところありますよね。はい。でちょっと裾がこれねだいぶ身幅が広いので、少しだけ裾でちょっと縮めていこうかなって思ってるんですよね。ちょっと分かりやすいようにまた別の糸でやっていきます。で細編みなんですけど、もう簡単にするためにこういうね長編みの横からこういうところから拾っていこうかなと思います。まず、ここ、はい、ここの線がさっき脇を剥ぎ合わせたところなんですけど、ここのですね、ここ長編み分かりますかね。こうなってます。ここにもう側に入れて、ここから始めようと思います。糸をかけて引き出して、ここで1回鎖編みをしてギュッとしておきます。はい、もう1回同じところに入れて細編みです。でここでちょっと印をしておいた方がいいと思います。今の細編みの頭ですね。はい、ここ1目目です。はい、でもう1回同じところに入れて細編みします。はい、で次ですね、次も、長編みがここにありますので、ここに側に入れて細編み同じところに2目。はい、で次ですね、この細かい穴のところはもう無視して、この長編みの横からだけ拾っていきます。2回細編みで、次もここ2回細編み、こういう感じですね。で、ここ、ネット編みのところに来たんですけど、こ
こもですね、ちょっとさっきとは違うんですけど、ここにね、ちっちゃい、ここは多分、細編みとかある場所だと思うんですけど、このちっちゃいところはもう無視して、この大きいところに入れて、2回、細編み。で、次もなんかちっちゃいところが2つあるんですけど、そこは無視して、次のところに、大きいところに入れて、細編み2回。はい、で、次はもう、長編みが来てるので、ここに入れて、細編み2回。はい、このような感じでずっと、長編みの横からこの大きいスペースのところに入れて細編みを2回ずつっていう感じで進めてみてください。で、ぐるっと一周してみてください。はい、今一周細編みでぐるっと編んできました。ちょっとだけこう縮まったかなっていう感じですね。はい。で、細編みをこれ何段するかっていうのはお好みで、していただいていいと思うんですけど、私はだいたい3段ぐらいやってみて、ちょっと様子を見てみようかなと思います。はい。で、これ一番、最後の、この1段目、最後終わるところなんですけど、ここは脇の継ぎ目ですね。で、この継ぎ目も無視しちゃって、このね、最初につけた印のところですね。ここに、引き抜き、ここに入れて、糸をかけてきて、で、引き抜きます。こうギュッとしてください。はい。こういう感じですね。はい。これで1段編めたので、次は、2段目はですね、鎖1目で立ち上がって、で、このすぐ下のところ、ここにもう一回入れて細編みをしてください。はい。で、また、今の細編みの頭に印をしておきます。はい。こうですね。はい。で、もう次からは下の段の細編みの頭を拾ってずっと細編みをしていくだけですね。はい。こんな感じになります。はい。こういう感じですね。はい。で、これを繰り返してお好きな段だけ細編みをしてみてください。はい、今、裾の縁編みを3段ぐるっと編んできました。一番最後はですね、ちょっと引き抜かないで、すいません、これ最後の目ですね。はい。はい、まず糸を切って、はい、糸を引き出しておきます。そして最後はチェーンつなぎという方法で、ここを最初の目とつないでいこうと思います。はい。まあ、こういう感じですね。で、最初につけていた印を外して、印のあった場所に上からこのように通していきます。はい。で、今ここから出てるんですが、同じところに入れて、この鎖編みが続いてるような感じにします。はい、こんな感じですね。ここのところですね、今。で、あまりギュッとせずに、この両方の鎖と同じぐらいの長さにして、で、後ろで処理します。
これでまっすぐ編みの透け感トップスの完成です。皆様お疲れ様でした。はい、ちょっと大きくて入ってませんけど、下の方もね、こういう感じでちょっとだけこう絞った感じになりました。今私これ3段編んだんですけど、もうちょっと太くしても可愛いかなと思います。あとご自分で計算とかできる方はもうちょっとこれを縮めてもいいかな。この細編みの数をちょっと少なくして、ちょっとこういう感じになっても可愛いんじゃないかなって思います。はい、編んでみられた方どうだったでしょうか。よろしければコメント欄に感想などを書いていただければ嬉しいです。というわけで、この使った糸の量なんですけれども、私は最初に8玉用意してたんですが、7玉で足りました。8個目は丸々1つ余ったんですが、ただですね、7個で余ったのがこれだけなんですよね。なのですごいなんか危ない7個足りるかなって思いながら編んでたんですけど、やっぱりちょっと心配なので、8個あった方が余裕を持ってドキドキしないで編めるかなっていう感じがします。はい、で次回なんですが、今のこの糸よりもちょっと太いこちらの糸でまた透け感のあるトップス編んでいこうと思います。はい、今回はまっすぐ編みの透け感トップスを編みましたが、いかがだったでしょうか。この動画が分かりやすかったとか参考になったという方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。編み物って楽しいまゆでした。バイバーイ。